ここ半年ばかり鉄道模型は高い車両セットを買わずに我慢してきましたが、グリーンマックスの東急8500系を買って以来、トミックスの名鉄キハ8000型、そしてこの7273系旧型国電など渋い車両を連続購入してしまいました。それだけで申し訳ないのに、おっと神様が僕の手のひらに加藤から新製品が出たよって EF61 型直流電気機関車を乗せてくれました。今回は7273系を少し先送りして加藤の新製品 EF61 型電気機関車がうちのコレクションに加わるプロセスを紹介しましょう。はい、電吉クラブです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。後半には加藤とマイクロエースの製品比較もありますので、どうぞ最後までお付き合いください。加藤が渋い新製品 EF61 直流型電気機関車を発売してくれました。製品ナンバー 3093-1 EF61 になります。あまり有名ではないし接点もなかった機関車でしたので、コレクションとしてマイクロ S 製を1両持っていますから、年金暮らしだし見送ろうかなとも思ったのですが、加藤製ということなので頑張って購入してしまいました。それでは付属部品です。いつもの加藤製品らしく、車体ナンバーやナックルカプラーの入った一式が入っています。それらを取り出したら、早速機関車本体を取り出しましょう。はい、こちらが EF61 ですね。車輪カバーも外しましょう。そして箱の一番底には説明書が入っています。EF61 は18両しか実物が存在しませんでした。ナンバープレートはその中の川崎重工製が4番と9番、汽車製造製が11番と16番が入っているようです。ではパンタグラフを上げてみましょう。加藤のパンタグラフは形も立ち上がりの姿もしっかりしていて、さらに畳んだ姿までも素晴らしいので、日の打ちどころがありません。またパーツで買う時も安いので嬉しいですね。それから加藤の最近の製品はカプラー開放テコや誘導員手すりなど、これですね、非常に付けにくい部品が全部メーカー取り付け済みになっていることが嬉しいです。屋根上の信号変換や、これですね、ホイッスル、こちらです。すでに取り付け済みになっていました。反面このアーノルドカプラー、これは勘弁ですよね。ナックルカプラーが付いているので交換すれば良いのですが、ナックルカプラーに交換しない人なんているんでしょうか。そう思ってしまいます。中にはアーノルドカプラー付きで売られている車両を牽引するのに必要な方がおられるってことなんでしょうね。まあつべこべ言ってないで、早くナックルカプラーに交換すれば良いだけのことですので、失礼しました。それではかっこ悪いアーノルドカプラーを付属のナックルカプラーに交換しましょう。ボディを外したらスカートを動力ユニットに固定している爪を外します。片側外して引っ張らないで、両側外してから引き抜きます。こうですね。スーッとユニットから抜けてくれます。次はスカートからカプラーユニットを外してナックルカプラーに交換します。加藤といえども
スカートはプラ成型色のままのようです。ここで塗装してからエアホースをつけるので、塗装の準備をします。はい、軍艦色丸1で塗装してきました。半光沢なのでなかなかいい感じです。これからカプラーを交換するんですけど、カプラー交換の前にここにエアホースを取り付ける加工をします。銀河モデル製のエアホースという部品です。ナックルカプラーに干渉しないように取り付ければ立体感が出て機関車の顔がぐっと締まるんですよ。ピンバイスに 0.5mm のドリルを加えてきました。エアホースのコックがモールドされている位置に穴を開けます。ナックルカプラーをつけてからよりも先に開けていく方がやりやすいです。はい、開きました。それではナックルカプラーを取り付けます。こうですね。向きとしてはこの向き。わかりますか？上から見てこの向きですね。昔学校で習ったんですけど、フレミングの左手の法則。実はあれ右手の法則があるんです。これが右手の法則です。右手をこういう風に向けるとカプラーの向きが一目瞭然という法則です。ちゃんと覚えてくださいね。テストに出ますよ。右手の法則でナックルカプラーの向きを確認したら、カプラーユニットに取り付けてスカートの穴を通します。カプラーユニットを崩さないように慎重にスカートの穴を通します。ほら、これで交換完了です。そしたら動力ユニットの元の位置にセットします。EF61 のモデルにはヘッドマーク用の磁石がありませんね。来月発売される茶色いモデルの時代には朝風等の20系を牽引したことがあるので磁石がつくんでしょうね。次はパンタグラフの塗装です。こんなところにカバーのない旧型の開きがついています。かっこいいですね。パンタグラフを塗装台にセットしました。まずはこちらのメタルプライマーを吹いてからクレオスの軍艦色丸2で塗装します。パンタグラフの塗装が終わったらパンタグラフのシューの部分にペイントマーカーでゴールドを流します。かっこよくなりますね。いい感じですね。そしたら今度は外紙に白を塗ります。ここは細かいので先の揃った面相筆を使います。こんな感じです。車体ナンバーなんですけど、実機が18両しか作られなかったので、少なさを強調するために僕は4番を選びました。よってメーカーズプレートは川崎になります。では取り付けていきますが、僕は割り箸の頭を削って作ったジグを使います。ジグの先端に両面テープをつけて部品が飛ばない工夫をしています。本当小さいので老眼にはきついです。メーカーズプレートと比べたら車体ナンバーの方は大きくて助かりますね。ブルーの方もクリームの方もサクサク仕事を進めます。続けてスカートのエアホースを取り付けます。銀河モデルのパーツを自然にカーブさせてから瞬間接着剤で取り付けます。このように瞬間接着剤は一度紙などに出してから接着するとはみ出しなどになりにくくて便利です。ほら、こんな感じです。かっこいいですよね。次はエアホースを塗装します。この塗装には面相筆を使います。色は艶消し黒を選んでいます。艶消し黒が乾いたら根元のコックの部分とホースの先端に目印の白を塗ります。
だんだん感じよくなってきましたね。最後に墨入れとウェザリングを行います。この加工を施すと活躍する機関車らしい現実感が出てきます。模型ファンには綺麗なままコレクションしたい人と、活躍することで生じる汚れを施したい人がいます。僕は間違いなく後者の方で、模型ですから肺炎は出ないまでも肺炎による汚れる部分はどうしても再現したいんです。ご覧のように機関車の顔の部分にも墨入れして綿棒で拭き取ることで、はめ込み式テールライトなどが強調されます。屋根に上がるためのはしごの部分もへこんだ部分が黒っぽくなることで立体感が強調されます。生き生きしてくるんですよ。電吉クラブメンバーもいろいろで、かっこいいですって言ってくれる人と、汚ねーっていう人に分かれるんです。この後、墨入れ塗料が乾燥したら拭き取り作業を行います。墨入れカラーが乾いたので拭き取りたいと思います。綿棒にエナメル塗料の薄め液を染み込ませたもので、ボディ各所にはみ出した墨入れカラーを簡単に除去できます。ご覧のように綿棒を上下方向に動かすことで、車体にもしも墨入れカラーが薄く残ったとしても、雨水が垂れて付着した汚れのような風合いになってくれるので OK です。屋根上などあれからかなり真っ黒系に墨入れカラーを流していたので、こうして丁寧に拭き取っていきます。ほら、綿棒が真っ黒系になりました。それでも足りなければ再びエナメル溶剤をつけた綿棒で仕上げていきます。逆に言うと、いくら丁寧に拭き取っても取りきれない墨入れブラックがうっすら残りますので、それがホコリの表現になるんです。はい、こんな感じです。どうですか？いい感じでしょ？レザリングも最後のエアブラシでの塗装になるので、その前にパンタグラフを取り付けておきます。主にパンタグラフと架線が擦れることで汚れる表現なので、パンタを取り付けた状態で汚すのが効果的だと思います。エアブラシに入れるのはタミヤの墨入れダークブラウンをさらに 1.5 倍程度に薄めた塗料です。エアブラシからかろうじて色が出るよりは少し強いところまでノズルを絞り込んで少しずつ吹いていくのがポイントでしょうか。エナメル系塗料なので失敗したら全部拭き取って再度塗装することも可能ですので、安心して作業します。なんて言ってる間にエアブラシは台車の塗装を始めています。置いてあるプラ板は 1.2 ミリ厚のもので、台車から下に出ている車輪を保護してくれる通称マスキングボードを車両の両側にぴったりくっつけて置いています。ほんのうっすらしか塗装しませんので、通常は大丈夫なんですが、念のためのマスキングボードです。はい、屋根上と台車のエアブラシによるウェザリングが完了しました。車体に汚れのメリハリがつきました。それでは他の直流電気仲間とご対面です。マイクロエースの EF61 とも比べてみましょう。それでは我が家の直流電気機関車たちとのご対面です。電気機関車、ディーゼル機関車は昔のトミックスの箱を使っています。今のトミックスはすぐに割れたりして壊れますが、初期の頃は紙製で素晴らしい収納箱だったんですよ。もう一度並べてみましょう。これで EF60 から65、500番台までの EF63 を除く新性能電気全コレクションになります。基本は可動性をコレクションしていますが、この EF61 だけがマイクロエース製でした。非常にマイナーな機関車でもマイクロエースは全形式発売した時期があって、その時に購入してあったんです。
この EF61 も20年以上前に発売されて、ここでやっと加藤から発売されたって感じです。来月加藤が登場当時の茶色い時代 EF58 と共通運用で朝風を牽引する姿を出すそうですが、今までマイクロエースだけが製品化していた機関車なんです。なんと実車が18両しか製造されなかったんです。こちらがマイクロエース、こちらが加藤です。真っ先に気づくのが青15号の微妙な違いです。マイクロエースの方が青みが強くて、加藤の方は比較するとまろやかな青をしています。鉄道カラーも市販されていますが、加藤と同じ色に塗ろうとするとほんの微量ですがクリーム色を足さなければなりません。加藤の青15号、こだわっているんです。ではトミックスとも色の違いを見てみましょう。これは EF63 コレクションです。真ん中の2両がトミックス、上下の4両が加藤ですが、やはり青の15号違いますよね。トミックスはマイクロエースと同じで市販の青15号に近い色ですが、加藤はどうしてもこだわっていますね。どちらが好みかはユーザーが決めればいいことですが、僕は加藤のまろやかな青の15号が好きですね。次に外観上の出来栄えを見ますと、マイクロエースも古い割に検討していて、誘導員手すりであるとかカプラー開放テコなどは別パーツがついています。ただカプラーはアーノルドなのでまるでいただけないので、ダミー側はトミックスの TN カプラーに、連結させる方は加藤のナックルカプラーなんですが、種車のここのバネ機構を生かしてつけているのでグラグラなんです。やっぱり加藤のようにこうやってしっかり触れてほしいですよね。マイクロ EF61 の良いところは、走らせた時にテールライトも光るところかな。見えますかね。テールライトが光ります。ほら。今度はヘッドライトです。まずは加藤から。ここ数年加藤のヘッドライトは電球色 LED になってものすごく明るいですよね。続いてマイクロエースです。マイクロはシールドビーム2等改造後なので不利ですけど、めちゃくちゃ暗いですね。テールライトがつくということは、広島の瀬野八で後部補給をしたことがあるので、その時を再現するにはいいのかも。しかしこの時代のマイクロは走りが悪くてどうしようもなくて、列車の最後尾から押させると問題続出になってしまいます。ですからマイクロ車両はコレクションしてるだけが多いです。例えばこれは初期の交流電気のコレクションですが、こちらは初期型の硬直両用電気なんですけど、この辺の ED70、71は最近加藤が製品化してくれましたが、長いことマイクロエースが埋めてくれていたんです。さらにこの ED74 なんていう機関車は北陸線平坦区間の ED70 の増備用としてたった6両だけ製造された超マイナー機関車なので、今後も大手2社は販売しないんでしょうね。それでもマイクロエースは製品化してくれたんです。 ED75 はメジャーなのでうちでは加藤を揃えていますが、こちらの ED77、 そんな機関車あったのって感じですが、 ED75 の軸重制限を緩和して線路規格の低い路線にも入線できるように中間に重輪を設けた機関車で、会津の磐越西線でしか見られなかったそうです。たった16両しか製造されなかった機関車なんですが、このような機関車も製品化したマイクロエースに感謝しています。ただし何度も言いますが、走行性能は全然当てにならないので、運転会などに持っていくことはめったにありません。
で、硬直両用の方はこんな機関車 ED46 っていう硬直両用機関車の試作車なんで、たった1両作られただけの、車両なんですけど、マイクロエースが発売してくれた時には飛びついて購入してしまいました。蒸気やディーゼル機も含めればもっともっと希少機種はあるのですが、このような貴重な機関車たちをコレクションできることに感謝しています。気になるマイクロエースの腰高感ですが、こうして2社の製品を並べると確実に存在していますね。屋根上ではマイクロ製はファンタ周囲がグレーに塗られている点が相違点でした。最後に EF61 電気機関車が牽引すると似合いそうな列車を紹介していきましょう。これは EF61 と同時発売になったセットではないんですが、以前のロットの東海道山陽郵便荷物車セットになります。例によって収納箱は電気仕様に改造してあって12両収容できるようになっています。過去に買った郵便車荷物車を一堂に集めて整理して収納しているので、収納にも運転会に持ち歩くにも便利です。屋根の仕様もスニ40、41のパレット屋根、オユ12の構成屋根、マニ60やマニ36のキャンパス屋根、いろいろな屋根の違いやそれによる汚し方の違いなどもお楽しみいただけたら幸いです。それから時代的にはこんな急行列車の先頭に立つことがあったと思います。東京発西鹿児島行きの急行桜島高千穂です。鹿児島本線経由の桜島と日豊本線経由の高千穂です。基本は那覇10系の軽量客車で構成されていますが、ナロやオシといった二等車や食堂車も連結していました。確か東京をお昼頃出発していくダイヤで一昼夜以上駆け抜く列車なんですが、寝台車が一両も連結されていない庶民の急行だったんです。僕は小学校の頃何度か横浜駅で EF58 に引かれている姿を見送った思い出があります。本日の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。ベルマークのオンもおすすめいたします。画面中央に157系鉄分マークが現れたらタップしていただくことでチャンネル登録ができます。それから動画への評価やコメントも期待しています。またお目にかかりましょう。